三国志8、リメイク。圧倒的な武威を見せつけ勝利し勇壮を滅ぼしたが馬謖との絶戦は3連敗したなんか締まらない我らが田中。趙雲を連れて朝廷に乗り込み帝位を簒奪。しかしこの暴挙に他勢力全てが結託し連合を結成。そして連合は手薄の常用を襲撃守るは軍師馬謖。史実でやらかしたがこの世界では最惜しかと披露するのだてなわけで連合軍がここ常用に攻めてきました。勇壮攻めに気を取られて防衛がおろそかになっちまってたぜ。常用の兵は44000、武将も新人ばっか。援軍が来るまではこのメンツでなんとかするしかねえぜ。まあ援軍は主力の田中義兄弟図だから間に合えば負けないよ。これなら逃げ回るだけでなんとかなりそうだ。山に布陣し坂落としを決行する。この馬鹿謖、あんたそれで水たたれて負けんだよ。守れば勝てる戦いで無駄に戦う馬謖入りまーす。馬謖曰く、援軍は4日後に到着。10日後に連合軍の馬頭軍、その後さらに増援が来るぞ。敵援軍も結構来そうだ。ただ粛々と戦うのみ。馬兄弟 VS 反田中連合軍の戦い、開戦。開戦と同時に敵軍が押し寄せ投石台の攻撃を開始。そういえば投石機開発の恩恵で櫓が投石台にアップグレードしてたな。武力15の両立3、5位の矢で2100減る。こ奴らはただの足止め、我ら複製が本命よ。我が軍略の際、ここでお見せしよう。こら田中が来るまで都市で待機するのが最良でしょ。まだ10代の若造の馬謖、自分の才能を試したいお年頃。そして2日目早朝、一景モーニングストーンだ櫓の上位互換のはずなのになんか弱くなってね。気のせいか。合計3300当てたけどなんかいまいち。あ、馬謖伏兵バレおった。隣接したら見つかるのに位置取り下手すぎ。こうなれば坂落としせざるを得ない。馬謖渾身の投石を発射するもダメージ雑魚な剣。そして伏兵してたキランは奇襲をかけようとするも、目の前が平地で隠れられず奇襲できなく困惑してる様子。敵が目の前に来たら伏兵バレるから、そこにいたらどうやっても奇襲できんぞ。ここでは戦術の一環で。嘘つくな、で両立3壊滅。まだ2日目なのに。補強も投石するも威力控えめ。バブを疑うレベルで石よ両立が壊滅したものの戦いは3日目に突入。そして投石台の半兵役、今日は合計4000くらい削れたか。おっと補強が囲まれてきてる。で陽光が一騎打ち挑んできた。武力はお互い72、こりゃどっちに転ぶかわからんぜ。さあ、いざ尋常に勝負。いざ堂々と武を競わん。はい、普通に負けました。モブ武将バトルは敵に軍配が上がった。でも軽傷で済んだので兵士戦と戦意低下で壊滅はギリ回避。不幸中の幸い。今度は武力34しかない優先がボコられとる。馬謖邪魔だー。優先、馬謖が邪魔で退避もできぬ。糸かなし。さらに追撃で5位の矢が降り注ぎ優先ピーンチ。はっはっは、優先はおとり、我が策の一部よ。おい。今だきらん、私がどいた場所に入り奇襲を仕掛けるのだ。自分の伏兵がバレた場所に伏兵を忍ばせる20伏兵。でも81%の確率を逃し強行状態にはならず。私の師匠の策が。結果優先は肉壁になっただけで終了。これは劣勢だ。補強がさらに叩かれたりしつつもなんとか戦いは4日目に。そして恒例のモーニングストーンの爆音とともに、あの男たちがやってきた。敵将、覚悟せよ。ヒーロー剣だー。しかし田中たちの援軍虚しく粘ってくれてた補強が壊滅。到着直後は動けねえ。明日仕返しだ。陛下の御前だ。見た目が派手な劣化でアピールするのだ。馬謖だね軍師っぽい動きが多かったがやっと少し軍師っぽい活躍しだした。キラン、私の後ろに下がり投石機を使え。投石は弱々だけど使わないよりかはマシか。大将、キランがどいた場所に移動し奇襲を仕掛けるのだ。同じ場所で3回目の奇襲とな。29% の確率を引き当て、援護が強行状態になったぜ。なお馬謖のお兄ちゃんで総大将の馬良は、援軍が来てもビビって都市でお留守番です。おい。さあ5日目になったぞ、反撃ののろしを上げろー。趙雲、突撃をぶちかませー。はい、おいおばさん一撃爆散。一撃必殺？いいえこれは私の通常攻撃です。皇帝田中ワンパンで騎士を沈める。続いて巨巨も弱ってる陽光を処理。苦戦してた敵があっという間に消えてゆく。そして周装も義兄弟連携通常攻撃で旋盤を撃破。義兄弟4人で1日で敵4部隊撃破。馬謖たちの頑張りほぼねえのと同じじゃねえか。
周走敵を逃がすな、背後に回れー。遅れるな。攻勢はまだ続き横領が陽光を汽車で狙い撃ち。7部隊いた敵、あっという間に残り2部隊。ピンチの敵軍多忙義系を発動。混乱で通常攻撃ができなくなるがまあ今更だぜ。6日目の朝ももちろん早朝のモーニング投石サービス。威力は微妙だが毎日当てればそこそこの被害だ。敵は炎で追い詰めた、援軍の利源よ、乱射で削れー。続いて七も聖者、敵対象の5位ももう風前の灯火だぜ。で巨々が汽車でサクッと援攻撃破。あとは満身創痍の5位だけだ。で周走でとどめを刺すか迷ったけど、敵援軍を狩ろうかと鼓舞をして様子見ー。なめく入りまーす。そして万全の状態で翌日。よよ6だー。馬謖あんた10日後に馬頭が来るって言ってなかった？呂布は名馬関飛ばに乗ってるから早いとかなんかな。っていうか呂布よ、兵力最大ですらないじゃないの。馬頭とのいさかいで戦う前から戦力減ってるじゃねえか。愚かなり呂布。この頭の中まで筋肉でできてる愚か者が移動直後で動けぬ呂布に強運が意味のない馬勢。もう汽車や連携で好きなように調理できる状況だ。と思ったら5位が乱射で最後の抵抗。何すんだこの野郎、痛いじゃねえか。あこらそいつ倒したら戦闘終わっちゃう。乱射に巻き込まれ起こった利源の攻撃で5位あえなく壊滅。ああ呂布叩く前に終わっちゃったよ。当然の結果だ。これからが忙しい。てなわけで連合軍との戦いだったのに結果有望軍としか交戦せず。援軍が来るの遅いから連合ない方が強いまであるな。取り間防衛できてよかったよ。だな。さて反撃と行きたいけど主力の田中はただいまどこにも攻めれない位置。まずは大規模人事異動を実施して、前線や後方の整理をするぞー。武将の配置結構適当だからいい機会だしがっつりやろうぜ。はい、露宿無双。露宿の記載で戦略ポイント消費なしで大規模移動を決行。配置換えしても問題ない武将を、一旦田中のいる深夜に集結。皇帝田中に神戸をたれー。なお、集めた武将は来期再分配予定です。人事異動しないときは助手と軍師交代。露宿、人事異動以外は信用されてない悲しい男。よし取りこぼしてた甲冑推奨来た。これ皇帝自ら家に行けと？文句言うないいから行け。前にお断りされた田中と申しますが。さあどうなる？構いませぬぞ。オーケー、甲冑のおじいちゃんゲット。承知しました。続いて軍師解任された露宿も頑張って義援の登用に成功。反骨の層の男も仲間入り。あそこに鳥がいる。それは私のお稲荷さんだ。一緒に小鳥を捕まえよう。小鳥ちゃんはい。子育て6年目、田串わんぱくな子に育っております。田串の武力が成長した。今日は東博ちゃんが特技を教えてくれるって。久々の内助の功のイベント。特技が増えるな。習得できる特技がありませんでした。完璧超人でさ1000円。おい。そして季節は移ろい、こっそり仲間になってた閣下が活躍することなくお亡くなり。戦場で機動力上がる記載あったのにもったいなし。石大事にございます。はぁ、有望軍が常用に迫っております。ちょろっとだけど兵士も輸送で補充して、武将も少し送っといたのに。有望め、懲りずに10万の軍勢で攻めてきたか。まあまた田中義兄弟図援軍に出すだけだから楽勝かな。ただ粛々と戦うのみ。懲りない有望の第二次常用戦、開声援。今回は孔明のお兄ちゃん諸葛金も防衛に参戦。私の主役とっとご覧あれ。馬謖は今回もやる気満々。前回伏兵が微妙な結果になったことを踏まえて、今回は少し後方に布陣した模様。桑中、角を取った。ははは、私の罠で足止めだ。隠れて待ってるのに相手足止めしてどうする？よし。今回はあえて隠れてない兵を前に出して、敵を森に誘い出すようにしたようだな。敵青蘭で投石台攻撃してダメージ173しか出てないんだが、有望軍じゃ全力で投石台攻撃しても、破壊するまでに半分壊滅してそう。相手もそれが分かってるのか、投石台無視して突っ込んできてるな。よし敵をうまく誘い込んだ。私の軍略を実行に移すのだ。てなわけで遠征が南に向かって劣化を発動。ナイス炎上。そして接敵してた旧兵の砲勢を下げて射撃。いい感じに前に空きができた。そこに副兵のトイレの戦士便器が入って奇襲を決行。70% の確率を逃して敵は状態異常にはならず。今だ、我らも奇襲を仕掛けるぞ。今度は見つからず奇襲を成功させたか。37% だったが強行状態の付与も成功。防衛隊の勢いは止まらず、諸葛金が炎上する旋盤に矢で追撃。故郷、さらに奇襲を仕掛けるのだ。だがなぜかここだと副兵が解除されてしまうのでキャンセル。なぜだ？私の完璧な策が。
仕方ないので森の端っこで待機しました。多少攻撃を受けつつも防衛側優勢の状態で4日目に突入。そしてあの男が投石の爆音とともにやってくる。ヒーローはピンチじゃなくてもやってくる。田中水さん。はい、圧勝モード入りまーす。戦意も上昇、一気に蹴りをつけるぞ。予備戦力として後方で控えてた雷白も参戦だ。王位を劣化で焼き払え誘い込まれた敵が逃げ場のない状態で無慈悲に焼かれとる。すでに満身創痍の陽光を砲声が矢でサクッととどめ、一部隊撃破。トイレの戦士便器の擁撃で、炎上する王位がさらに混乱。天下得意の劣化を放ちアピールするのだ。おい。さらに諸葛金も火矢を放ち周囲は完全に火の海に。さっき奇襲できなかった補強、今度はちゃんと奇襲できたようだ。お、29% しか成功率なかったけど強行状態の付与も成功。そして前回全く動かなかった眉毛真っ白馬食がついに動く。そんなとこ行ってどうすんだ？はい、策略発動液粗相。敵軍すでに炎上で戦意ボロボロなのにさらに下がったぜ。燃え盛る炎の中混乱で攻撃できず、大井おばさんが仕方なく鼓舞するのず。哀れ。5日目に突入だ。田中たちが動く前にほとんど勝敗期したが関係ない。さあ敵を蹂躙だ見よ、これが真の田中ファイヤーだやったー、お物は消毒だ敵総大将もろともに部隊が一撃で消し済みになった。続いて巨々模擬兄弟連携劣化田中火祭り開催じゃ無慈悲。はい劣化マシマシ。もうやめて、流暴軍はみんな黒焦げよ。まだまだ続くよ義兄弟連携、収装劣化追加で2部隊が燃え尽きた。雷白が炎の中身動き取れない大井おばさんにサクッととどめ、窮地でも仲間を鼓舞し続けた優しいおばさん壊滅。砲声、火矢を放てすでに炎上してる相手にさらに火矢、マジ容赦なしだな。あ、便器が燃えた。火の勢いがやべえぜ。最後の一部隊となった敵軍衆軍、文字通りやけくそ状態で砲声に特攻。もう兵士400しか残ってないのに問答無用のモーニング投石。でサクッと離れた位置から趙雲が記者して終了。援軍無傷だ。もうこれ援軍なくても楽勝だったな。当然の結果だ。これからが忙しい。攻められたのこっちなのに圧勝とはこれいかに。連合軍の援軍来る前に終わっちまったしな。攻めるならもうちょっと戦力準備してから来てください。動画の尺が取られて困ります。おい。さて深夜に集めた武将を適材適所に配置しますか。露宿無双があるとはいえ、普通に設定がめんどいやつ入りまーす。リアルで30分かかった。宿露宿、軍師復帰。では馬食が無駄に防衛張り切ったせいで全然進まなかったけど移動後配置を見つつ今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。嬉しいです。度重なる連合軍の攻撃に疲弊するも圧倒的な武力で跳ね返した田中。人事異動も終わり次回は反攻作戦か？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。